皆さん、こんにちは。アイジュンです。ご視聴いただきありがとうございます。今日は、魂の目覚めについてお話ししたいと思います。そもそも、目覚め、覚醒とは何なのか、目覚めたら実際にどうなるのか、ということをできるだけわかりやすくお話しできればと思っています。この動画に出会ってくださったということは、あなたもきっと目覚めのタイミングが来ている方だと思うので、これが少しでも参考になったら嬉しいです。そもそも目覚めとは何でしょうか？目覚め、覚醒っていう言葉自体は幻想から目を覚ますことという意味です。なので逆に目覚めていないっていうのは幻想、夢を見ている状態なんです。そしてこの地球上ではまだまだ目覚めていない人がほとんどで、大半の人がその幻想の世界を現実だと認識しているということなんです。ここで一つ言っておきたいのは、目覚めているから優れている、目覚めていないから劣っているということではありません。人は地球に生まれ出るときに、地球で体験したいことや何かの使命を持って生まれてくるそうです。生まれる前の高次元の世界は、願ったことがすぐに叶う世界なんですね。例えば、思ったことがすぐ形になる。食べたいものはすぐ目の前に現れるし、行きたい場所には瞬時に行けるっていう世界なんです。今地球人の私たちからしたら、うわぁ、それって羨ましいって思いますが、いつもそんな状態だと逆につまらなく退屈になってしまう。だからこそ、あえて眠った状態で地球に生まれてきて、やりたいことを叶えるまでのプロセスを体験しに来ているということなんです。まだ目覚めていない人は、それを体験しに来ているだけだし、目覚めるっていうのは、本当の自分を思い出すっていうことだけなので、どっちがいい、悪いという話ではありません。なので、本来は、高次元の何でもすぐに叶うという世界が現実であって、この地球上での体験が幻想であるということなんです。そしてこの地球上の大半の人たちがこの幻想を自分の現実だと思っているんです。そういった幻想の世界を生きている人の中で目覚めのプロセスが始まってくると、今まで現実だと思っていた世界に違和感とか疑問を持つようになってきます。つまり本来の自分を取り戻そうと、その幻想から抜け出そうとするんですね。今まで当たり前にやってきたこととか、当然だと考えていたことに疑問を持ち始めるんです。それまでは普通だと思っていた社会常識などにも、なんで今までこれを当然のように受け入れてきたんだろうとか疑問が湧いてきたりします。実はこれが目覚めた世界、そして本当の自分からのサイン、メッセージということになります。スピリチュアルな目覚めとは、本当の自分に戻ることなんです。そしてその違和感や疑問が出てきたにもかかわらず、それを無視し続けていると、その生き方を強制的にストップさせられてしまうことがあります。突然の事故に遭ってしまったり、病気になって寝込む日が続いたり、急に職場を退職せざるを得なくなったり、とこれは一例ですけれども、こんな風に今までの日常生活を強制的にストップさせられることがあります。これはハイヤーセルフや宇宙などの高次元の意識がその人の目覚めを促すために、そういった大きなイベントを起こしているのです。そうでもしないと、眠った意識に入っている人は幻想から目覚めようとしないからです。大きな事故や病気ではなかったとしても、日常生活がストップし、幻想に隙間が入ることで目覚めた世界に気づき始めます。最初に今までの生き方や考え方に違和感や疑問を持つようになるという目覚めの世界からのサインを受け取ると、目覚めのプロセスはどんどん進んでいきます。そして目覚めのプロセスがどんどん進んでいくと、高い視点から物事を見れるようになってきます。自分は何のために生きているんだろう。何か使命ややるべきことがあるんじゃないか。自分って一体何者なんだろうなど、普通の人はあまり考えないような視点で
日常や人生全体のことを考えるようになります。こういったことはあまり社会一般の人は考えないですよね。毎日をなんとなく生きて、なんとなく働いて、なんとなく年を取っていくことが一般的です。なので、目覚めた人がこういった本質的なことを考えていると、この人ちょっと変わってるかもといった目で見られがちです。さっきも言ったように、この地球ではまだまだ目覚めていない人が大半なので、目覚めていくと一般的な考え方から離れていくことになるんですね。なので、今まで付き合っていた友達とか、周りの人と話が合わなくなって、関係が希薄になってしまったりすることもあります。それはちょっと寂しいなと思うかもしれませんが、これは自分の魂のステージが今までとは変わったということなので、心配する必要はありません。今までの友達が離れてしまっても、またあなたの目覚めた魂のステージに見合った友達が現れるからです。そして自分を偽ることなく付き合える人たちと、愛と幸福で満たされた関係を築いていくことができるのです。あなたの魂が目覚めて本当の自分に戻っていくと、自分を客観的に見れるようになり、怒りや悲しみ、不安や恐怖などの激しい感情がかなり減ってきます。これは本当の自分は別のところにあるということを知り、それらの感情も幻の世界で起こっている出来事だと気づけるからです。それでもこの物質世界で生きている私たちなので、これらの感情がゼロになるということはありませんが、ああ、私今怒ってるなぁとか、何かに対して嫌だと思った時になぜこれが嫌だと思うのかと自分を深掘りしていくことで、それらの感情も客観的に見れるようになるのです。そして自分は何のために生まれてきたのか、自分の魂の使命は何なのかと考えるようになることで、自分が本当にやりたいことが見えてきます。それらは今までやってきたものの延長線にあるものかもしれないし、今までやってきたこととは全く別のことかもしれません。ここで、でも食べていくためには稼げる仕事をしないとエゴの声が聞こえてくるかもしれませんが、社会の常識や社会的立場を考えずに出てきた自分の本当にやりたいことこそが魂の使命なのです。その魂の使命を始めると、不思議とうまくことが運ぶようになります。それらはまるで宇宙に導かれているように、必要な情報だったり、新たな人との出会いがあったり、次から次に必要なものが差し出されて、あまり苦労をすることなく、楽しみながら進んでいくことができます。そうして、精神的にも物質的にも豊かになり、愛と幸福で満たされるようになるのです。私も神社での覚醒体験をしてから、確実に今までとは考え方、人生における選択の仕方が変わりました。今生きている世界が現実だと思っていたのが、実は幻想だったということが完全に負に落ちたんですね。なので、日常生活で起きる出来事に大げさに一喜一憂することも少なくなったし、すべてが起こるべくして起こっているっていうことに気づいたことで、自分に良くないことが起こったとしても、絶対に大丈夫だという不思議な安心感があるんです。目覚めの最終段階としては、すべてのものに執着がなく、すべてから解放されて、人生に苦しみは一切存在しない、ただ喜びだけがある状態になると言います。この段階まで来ると、すでに個人という意識ではなく、すべてが自分、いわゆるワンネスの状態になります。目覚めにも段階があり、いろんな気づきを通して、最終的にはこのワンネスの意識に到達するそうなんですが、この段階は一人一人タイミングが異なるので、焦らず毎日を丁寧にワクワク楽しみながら、日々自分にも他人にも愛のある選択をしていければいいのかなと思います。そして目覚めた人がまだ目覚めていない人を起こし、この地球上で目覚めた人の数が多くなって、たくさんの愛で包まれれば、争いや無謀な自然破壊などもなくなり、人や動物、自然や科学など、すべてが互いに助け合って生きることができる本当の意味での幸せが訪れるのではないでしょうか。今日の動画はここまでとなります。少しでも皆様の気づきになったり、日々の生活の参考になったら嬉しいです。またこれからもこういった動画を配信していきたいと思っていますので、
ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。